おはいえなし。この動画は2025年7月24日に行われた第88回 PLL のサマリ動画です。まとめブログのような二次情報ほど熱量がそがれない、かつ公式放送のように一次情報ほど学びもしない、そんな絶妙なバランスの 1.5 次情報でお届けいたします。早速参りましょう。家なしララチャンネル。冒頭パッチトレーラーが流れます。ペプシマンかな、ヘーゲモネーかな。トレーラー完成したのは昨日でございます。パッチ 7.3 明日への道しるべ、2025年8月5日火曜日公開予定。 LA のアニメエキスポ2025、ご来場ありがとうございました。会場が冷蔵庫なのかなってぐらい寒かったです。風邪ひきまして治りましたが聞き苦しいです。ご容赦ください。まずは実装コンテンツのおさらい。新たなメインクエスト、新たな ID 永久誘拐メインターミナル、はてなはてなはてな透滅戦ノーマルと5区。あなた得意系統どんなんだっけ。フィジカル寄りです。戦闘時間30秒ほど長いのでトークン2個、1個か2個だと調整しにくいので、今後は交換レートを上げる代わりにトークンもさらにばらまいてはどうかなと思っている。というかこれに限らず全体的に見直そうと思っている。クレセントアイル南西編アップデート。24人以上のアライアンスで突入したら必ず新島になり、かつ占有します。5分後に新機能が発生し、新機能終了まで占有維持されます。魔門起動所の最低使用人数を24人に変更します。起動所の全体の投入状況と突入にかかる自身のステータスが確認可能になります。起動所を投入してないプレイヤーが選ばれることはなくなります。クリティカルエンカウント発生中は新機能発生が保留されます。おねだりポットや幸せウサギの痕跡から銀貨金貨が必ず出るようになります。先日緊急対応してからフォークタワーチャレンジ数増えてる。攻略引き続きよろしく。続いてエコーズ・オブ・バナデイル第2弾、サンドリア・ザ・セカンド・ウォーク、クリコン新ステージ追加、新たなトレハン追加、現清流聖魂戦実装、チャットの吹き出し表示機能追加、コンサポ対応、カッターズくらい、ロスガル・ビエラの頭装備の追加対応、ビエラの長い耳しまえる機能、フード型頭装備で前髪を表示する対応、コスモエクスプローラーの新たな星実装、パッチ 7.31、武器強化コンテンツ、ファントムウェポン、パッチ 7.31。やることは過去のコンテンツと被るが、過去のイメージよりは優しくなってる。いろんなコンテンツをやってもらう感じ。急がない人はデイリーで大丈夫、急ぐ人は大変ってバランス。新たなディープダンジョン、ピルグリムトラバース、パッチ 7.35。新たな有効部族クエスト、ヨカフイ族、パッチ 7.35。ヒルディブランド黄金編、パッチ 7.35。まずは新たなアライアンスレイドから実機紹介。流れる神曲ロンフォール。落ち着いたらこの辺も読んでね。実際にロンフォールに出てきた敵が、なぜかバーニングサークルが、ファイナルファンタジー11のハイパーノートリアスモンスターキリン、バトルのインターフェースで変更あり、ボス系モンスターのネームプレート下にキャストバーが表示されるようになる。これによってフォーカスしなくても、かつ右側の敵視リストを見なくても一目瞭然、オンオフ可能。トレーラーにはもうちょっと先まで出てたよね。11でいうイキオジみたいな人が、そいつが出す予兆、お知らせの解釈が難しい。ボスごとにバトルの方向性違う。4ボスが一番難しい。ぜひ試行錯誤してね。オーケストリオンフのドロップを修正源の影響を受けないアライアンス用の宝箱からのドロップに変更。装備品のご紹介。はい。あ、これ違うコンテンツだ。サーセン。PVP アップデートシーズン9開始。 PVP アクション調整、トロフィークリスタルとの交換アイテム追加、新ステージベイサイドバトルグラウンド追加、新階級オメガアルテマ追加、カジュアルマッチに最大2名でのパーティー申請ができるようになります。初心者支援をしている PVP プレイヤーもいるので、そういう人たちも意識した仕様変更です。メディカルキットが表示するまでのタイマー表示が追加、浄化の仕様変更、リキャタイム4秒、 MP2500 消費、活性の効果時間2秒、特定ステータス専用のループエフェクト追加、実機紹介あり、装備品のご紹介、さっき見せたやつ。僕も余裕が出たらカジュアルマッチ行きます。たまにヨシピー散歩でカジュアルマッチ行くと無双してんじゃねえって怒られるんよ。続いて新たな宝物庫ボルトーネイロン、実機紹介こちら。ドリームスロット第1回開始。スモールドリーム、スモールドリーム、ビッグドリーム、フェールド。装備品の紹介。休憩。都合のいい素材がございませんでしたので懐かし動画です。エオルゼア体操、極と絶があった方がいいのではと声があったけど、指導してくれた体操の先生曰く今のでも十分厳しいと思いますよとのこと。後半は新たなディープダンジョンのご紹介。これを皮切りにファイナルファンタジー14全体変えていきたいと思っているので、そこ踏まえて説明する。まずはそもそものディープダンジョンについて説明。突入のたびに地形が変わるダンジョンです。決められた初期レベルからスタートして成長しながら最終層を目指します。ダンジョン内で専用の武器防具を強化しながら進みます。ランダムに現れる敵やトラップを様々なお助け要素を駆使して切り抜けます。宝箱や隠されたお宝を見つけると報酬ゲット、ジョブのレベリングにも使えます。
今回は第4弾ピルグリムトラバース。今回のディープダンジョンのコンセプトは誰もが楽しめるディープダンジョン。カジュアル、ハードコア、ソロ、固定、どんなプレイスタイルでも楽しめる。このコンセプトの裏にある考え方。振り返ると当初 2.0 はコンテンツ少なくて長らくお付き合いいただきながらコンテンツを増やしてきた。アライアンスレイドがある奇数パッチはライト目で、レイドがある偶数パッチは難しいコンテンツが多め。ただ難しいコンテンツだけだときついからノーマルとか作った。その上で簡単なコンテンツが多い奇数パッチでも絶を入れてみるとかバランスをとってみた。がこの発想自体がこのコンテンツはハードコア向けだとかこれはカジュアル向けだとかコンテンツごとに特定のプレイスタイルの人へめがけたものになっていた。その方が波も作りやすいしコンテンツの制作者サイドとしてもイメージしやすく短いサイクルでたくさんものを作るという意味では良かったと思っている。が前回の PLL へのフィードバックを受け考え方を変える時期に来たと思った。何かというとファイナルファンタジー14は全体で言えばコンテンツの絶対量が多いが今までコンテンツをリリースするときに色をつけちゃっていた。結果霊式をやらないカジュアル勢にとっては霊式があろうがあるまいが認識するコンテンツとしてはゼロになってしまう。どんなゲームだってクリアできればいい勢とやり込み勢がいるし両極端のコンテンツは必要だとは思ってはいるがとはいえ巨大コンテンツを作ったらもっといろんな層の人に例えばカジュアル勢ならこういう遊び方ができるとかハードコア勢ならこういう遊び方ができるとか多くの人に遊んでもらえるような努力をした方が良いと感じた。この考え方のもと今回ディープダンジョンの仕組みを変えたというのも踏まえてピルグリムトラバースの説明。あらすじ妖精王からの言づてを受け第一世界イルメグに残された紅葉教会の跡地を調査することに滅びた紅葉教会と妖精の関係そして妖精王にまつわる隠されたエピソードとは。物語にも注目してね。解放条件死者級 B50 踏破行月のフィナーレコンプ突入条件ジョブレベル91以上。概要1層からスタートして目指すは100層踏破10層ごとにボスバトルこんなのとかこんなのとかこんなのこんな感じの装備を強化して進めます。イルメグから来た感じする。30回のボスを倒すと初期クエストはコンプ。これはいつも通り。これまでも31回以降は固定パーティーのみ突入可能でマッチングパーティーでは突入不可だったが全層マッチングパーティーも突入可能になった。31回以降も10層ごとにボスがあり徐々に難化。前回のオルトエウレカは初期フロアから即死攻撃があったが皆で楽しんでもらうために難易度を DD2 ぐらいに変えている。出てくるボスこの王冠このボスの自作らしいです。さらにこんなん今まで全滅した場合1層か21層からしか再挑戦ができなかったが今回は新たに31層51層71層からも挑戦可能。10層ごとじゃないのはまとまったフロアを挑戦することによる緊張感を維持するため。99層で待つボスを倒すと100層到達踏破おめでとうのアイテムもあるし SS 取れる箇所もあるよ。99層のボスに負けると71層から再挑戦あり。今までの14ならしょうがないやろにしてたと思うがここもみんなで楽しむというコンセプトに基づき考え方を変えて今回は99層まで到達した時点で99層のボスと即座に何度も戦えるバトルコンテンツを追加。報酬もゼロではないがボスを倒したとて踏破にはならない。ここで練習して連度を上げて71層から改めて挑戦し踏破を目指してもらう想定。これ言うと99層めっちゃむずいと思うかもだが ID の3ボスちょいプラスぐらい。前回部分的に画像を見せたやつだが全部見せちゃうとエミネントグリーフ透滅戦99層到達で解放されて自由に何度でも挑戦可能。 NPC に話しかけて突入人数は1人から4人。稀に希少な報酬もドロップします。経験を生かして踏破に挑み100層で待つものが何かぜひその目で確かめてください。マッチングベースにしたとしてもマッチングを回す目標があってほしいと思っていまして攻略手帳の目標を追加。今まで物理アイテムを排出できなかったが攻略手帳から排出できるようになった。オイルや財宝は貯めて交換したり開けたりするもの。毎週同じ階層やるもよし複数層回すもよし。マウント報酬ゲーミング草人乗りやすくなってるシャンデリアいいポーズでいらっしゃる。映画の名前をつぶやかれた方私と同じ発想しています。うわ大きな声出ちゃった。ミニオン新ビーバー前走踏破後のコンテンツ思想エミネントグリーフ透滅戦突入方法初回100層踏破後に発生するクエストコンプでもらえる供物を捧げると突入か。 MMO 経験者はワイプするたびに供物を捧げるのかいって思うかもだがそこはファイナルファンタジー14クリアして宝箱を開けた時に初めて供物を消費する。じゃあ供物なんていらねえじゃんと思うかもだがすぐ後で説明する。突入人数は4人でパーティー募集可能。突入には供物が最低15個必要でクエストコンプで40個もらえる。さらに供物が欲しければ埋もれた財宝だったり負け簿で売買可能。供物は全部で5種類で各種8個まで合計40個まで捧げられる。最低戦うには15個必要で最大40個まで捧げられるとはどういうことかと思うかもだが捧げる供物の種類と数によってボスの HP や余ダメージなどのパラメーターが上昇する。自分たちに合った難易度を探って遊び尽くしてくれってこと。最高難易度をクリアして得られるのは報酬最大個数もそうだが称号要は名誉
報酬のために最高難易度を目指すということではない。なお40個突っ込んだら霊式4層よりは全然難しい。撃破バトル時間は10分ぐらいなので絶の方がしんどいとは思うが、ギミックは絶クラス。ピルグリムトラバースを使ってワールドファーストレースをやってもらうぐらいの難易度になっているので、レイドに覚えがある人は挑んでいただけるといいかなと。誰もが楽しめるディープダンジョンをコンセプトにしていろんな準備をしてきた。今回はディープダンジョンに適用しているが、今後出していくコンテンツにも適用していきたい。例えば 7.4 に向けてバリアントダンジョンの新しいやつ作っているが、できるだけ多くの人に遊んでもらえるように今までにないボスとの連戦バトルとか作っていきたいと思っている。今までディープダンジョンはこういうものだと思って作っていた。それはディレクターである自分が悪いと思っていて、それで良い。なぜならディープダンジョンはそういうものだからで止まってしまっていたが、10のコンテンツがあるならどの人も7ずつ遊んでもらう企画の工夫をすべきと言語化できた。これ一発で MMO が変わるとは思っておらず、これを積み重ねていった先に振り返ったら巨大なボリュームができていたになると思うので、押せよ今更という声もないとは思っていないが、やらないと始めないのでぜひプレイしてフィードバックいただければと思います。話切って輝かしき財宝について、エミネントグリフ透滅戦でも稀に入手か、思想でも必ず入手可能で、かつ捧げた供物の数に応じて入手数が増加。攻略手帳でも毎週一定階層まで到達すると入手可能。ソロ踏破はこれまで通りアチーブメント、称号、ランキングあり、踏破の難易度は不変。そしてやってみようかなと思った人向けに実機でご紹介。綺麗だけど要約が長くなるので詳細割愛。ちなみに雑魚敵の HP が結構低そう。魔時は攻略に有効な効果を与えるもの。宝箱では様々なものが入手可能。ジュニパーのコートはフェオからの支援が得られるアイテム。あの子見てるんで、ほぼほぼ見られてると思った方がいいんで。紅葉の巻編ではポトレや妹、おしゃれ装備などのアイテムと交換可能。埋もれた財宝はマウントやミニオン、オーケストリオフなどが手に入るもの。フェオはこれまでミニオンにされなかったことを怒っていたが、今回ついに実装。ダンジョン内に出てくる後期の老大ではいろんな効果があるので、積極的に序盤は触って大丈夫です。 PLL50 分押しです。まあ押したところで我々後ろが使えてるわけじゃないから休憩します。ラグナロク発進。ハウジングの設置数増加。家屋内のサイズ変更の進捗については処理の準備はできていて、あとは高速化だけ。高速化かけないと莫大な処理数になっちゃうので、もうちょっと時間ください。なんで木曜に PLL なのかというと、明日別にプライマルズだからってわけではなく、明日私が台湾版のリリースもあり台湾行くので、かといって週明け PLL に持っていくと遅すぎだねってのもあって。続いてシステム関連アップデート、ブラックリスト機能回収、詳細は記事見て。フェニックスの尾の効果変更、一部コンテンツで戦闘中も使用可能に変更。対象はディープダンジョン、インスタンスダンジョン、トレハン、ギルドオーダー、4人用の討伐透滅戦、バリアントダンジョン。ショップで購入できるように変更。スタック数999に変更。フェニオ祭りのゾンビ戦法を避けるため360秒のリキャストタイム追加。今後の動きや流れを踏まえ対象範囲を拡大する可能性はゼロとは言えないが、今はここで。さっき紹介したがキャストバー追加、初期設定はオン。グループアップデート、いろんな SNS に投稿するニーズを踏まえ縦取りモード追加。ワンタッチで画面を90度傾ける縦取りアシスト機能。画面を回転させずに縦取り時のプレビューができ、プレビューした画面をそのまま傾けて撮影可能。こうだったのがこうなる。プレビュー中にステッカーとかフレームとかつけられる。テキストにも角度つけられるようになりました。取ってつけたようなトライオラ。縦取りするぞってなった時にこう画面が90度回転して解像度高く表示できる。あとはスクリーンショットを押せば OK。 さらに焦点のにじみや色のぼやけを調節できる色周差が追加。色周差なしがこれ、色周差100がこれ。風味のある絵作りができる。プロ仕様。カラーフィルターの適応度を調整できる機能追加。なんかいろいろ変えられる。いい感じボタンとか欲しいんだけど、グループも沼が深くなってくのはいいんだけど、深すぎて沼に入るまでに時間かかる人はもうちょっと入り口こう欲しいな。それは次のテーマにしていただいて。土間式麻雀ボイス追加。ウクラマト、コーナ、爆風ジャジャ。キャラの表示範囲の拡大。選択肢は標準、初期値、広め、最大。なお表示数の上限は不変。チャットバブル機能の実装。吹き出しの表示は任意で設定可能。初期表示は非表示。吹き出しを表示してもチャットログも変わらず表示。チャット種別ごとにオンオフか。1行表示と2行表示を選択か。一定の文字数を超えた分は省略。議論した結果、バトル中 PVP 中は表示されないようにした。表示するとマクロに組み込まれるだろうなと思って。レイド行ったらチャットバブルオンを強いることになるのではないか。今 7.4 の例式作ってるが、バトルコンテンツチームにて自分たちでガリガリ使ってみて、あった方が楽しめるのか、いや違うとなるのか議論中なので、一旦はバトル中 PVP 中は非表示。吹き出しのデザインはこんな
感じ。ぼちぼちですねって言えや。その他告知、新オフィシャルグッズ追加、アクスタ10種とシリコンアイストレイ。8月下旬から e ストアで販売開始。大丸梅田と東京では25日から先行販売。EDM アレンジのリミックスアルバムが5年ぶりに登場。9月24日発売。スクエニ初のアパレルブランドリットバフアパートメント第1弾として14のデザイン T シャツ登場。9月25日発売予定。久しぶりに生地感めっちゃいい。 7.3 パッチノート朗読会8月5日以上です。ディープダンジョンの新仕様のところで触れたコンテンツの方針、それを今後にもつなげていきたいってのが一番伝えたかったところなので、あとはプレイしてフィードバックにできるだけ早く対応してよりいいものを目指していきたいので、これからもよろしくお願いします。さようなら。ようやく以上です。皆さんの PLL の感想やウクラマとの麻雀ボイスの予想、ぜひコメントください。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。この動画が有益と感じましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また作成した動画の速報、動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話はメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒。アジントター。